皆さん、こんにちは。今から神戸線で兵庫県にある三宮駅に向かいます。快速で20分ほどの道のりです。今日は神戸から宮崎まで宮崎カーフェリーに乗船いたします。フェリー好きの私ですが、今回初めての航路なんです。楽しみで仕方ありません。関西から出発なのにまだ乗船していなかったなんて意外。神戸の三宮駅に到着です。今からバスで移動します。早くフェリー乗り場に行きたいので、ポートループバスという神戸の街を循環しているバスで行ってみたいと思います。乗り場は阪急百貨店横にある三宮駅前バス停から乗車です。バスが来ました。さあ、行くぞ。このバス、2両がくっついててアコーディオンみたいだね。ヒート前バス停で下車すればフェリーターミナルはすぐです。神戸三宮フェリーターミナルと書かれた建物が見えてきましたよ。うわぁ、宮崎カーフェリーの高千穂。かっこいいなぁ。白いボディに赤のラインで施され、これは渋すぎます。2022年に就航したばかりで、とっても綺麗なフェリーです。長さは194メートルもあるんですよ。さあ、ターミナルに入りましょう。まだ時間も早いので、人もほとんどいませんね。まず乗船名簿を書かないといけないみたいだよ。フェリー会社によっては書かなくてもいいところもあります。まだ時間もあるので2階の待合室にでも行きましょう。ジャンボフェリーでここに来たことあるよね。あったね。宮崎カーフェリーと同じターミナルを使っているみたい。レゴだと思いきやダイソーのプチブロックで作られた宮崎カーフェリーがあるね。3階にフェリーが見れる展望テラスがあるみたいなので行ってみない？うわ、高千穂だ。ここからだと俯瞰で見れていいよね。記念写真を撮るには最高だね。神道橋から駐車場へ行くとフェリーを間近で見ることができる場所があります。やっぱり目の前で見るフェリーは迫力あるな。喉が渇いたのでナタデココマンゴージュースを飲みました。美味しかったです。乗船時間となったので高千穂に攻め込むぞ。土管のような人道橋には可愛い絵柄が入っていていい感じ。この乗船の瞬間、ドキドキワクワク感がテンションマックスに達します。チケットの QR コードを係員に見せて乗船です。そっちは車両後半だよ。こっちこっち。エスカレーターで上がるんだね。パネルがヤシの葉、天井にはウッドで南国イメージがぐっと上がるね。私もエスカレーターで上がっていくのは初めて。これがフェリーの中と思えないほどおしゃれで綺麗。上がりきると正面には細長いロッカーが並んでいる。あれがサーフボード専用のロッカーです。
開放感のある2層吹き抜けで、色合いもおしゃれで素敵だな。これに乗船できるのは嬉しすぎる。船の中とは思えないエントランス。南国気分が満載で、スタッフのシャツまでもが南国風。この統一感がたまらない。宮崎のパンフレットもいっぱいあります。後で見てみましょう。人が少ない間に船内探索。売店には何が売ってるのかな？少し覗いてみましょう。宮崎の有名観光地、青島のせんべいやゼリー、冷凍庫には冷凍食品もあり、船内のレンジを使えばお安く食事もできます。宮崎生まれのヨーグルッペがあるよ。新海誠さんの秒速5センチメートルで主人公が飲んでいたことで話題になったこともあります。九州といえば焼酎。お土産は宮崎と神戸のものが置かれていました。宮崎カーフェリーには可愛いキャラがないのは残念ですが、アメニティセットのポーチが可愛いな。ツーリスト、ドミトリーを利用する方に貴重品ロッカーはありがたいですよね。有料ですが、貴重品ロッカーに入らないものはこちらに預けるのが安心です。3階のドミトリー部屋に行ってみましょう。左右には洗面所が8カ所もあるのはありがたいです。これだけあったら並ぶということもなさそう。友達とワイワイ行くのなら楽しそうなお部屋。なんか寝台列車みたいですね。端のお部屋なら2人で行くと半個室として良さそう。ここが一番安いツーリストルームです。とにかく安く移動したい方にはおすすめかもしれません。ネットで調べても部屋番号が出てこなかったので、作ってみました。よかったら参考にしてみてください。ネットでチケットを取る際は部屋番号の選択はできなかったと思いますが、チケットを購入した後、電話予約センターで部屋番号の変更をしてくれるかもしれません。宮崎カーフェリーさんはどうなのかはわかりませんが、サンフラワーさんは乗船手続きを早めにすると、希望の席番にしてくれることもあります。3階のビューラウンジには街ライブラリーがあり、好きな本を読むこともできます。このビューラウンジの椅子とても可愛いと思いませんか？私はすごく気に入りました。4階に行ってみましょう。中2階があり、イベントのステージに使われるようです。本日はフラダンスがあるみたいなので後で行ってみます。4階に上がると自動販売機コーナーがあります。アイス、ドリンク、お酒、そしてカップ麺やおつまみなどがあります。
その横にジョージアのカフェスタンドがありました。無料のお茶やお水の冷水器がありましたが、コップを30円で販売だそうです。これはコップの持参が良さそう。氷も無料ではなく100円かかるみたいです。給湯器も完備されているので、カップ麺に使えるのが便利です。カフェスペースまであるんですよ。もちろん電子レンジもあり、売店の冷凍食品もここで食べることができます。4階からの吹き抜けエントランスはこんな感じです。イベントステージもうまく配置されているので、とても見やすそう。4階には展望浴室があります。船内の雰囲気からして、この入り口なのとびっくりしました。注意が必要なのは、脱衣室のロッカーは100円リターン式で、100円を持っていかないといけないのが面倒です。普通は準備していない人が多いはずです。同じフロアにキッズコーナーがあります。アンパンマンのキャラがデザインされていました。瀬戸内航路ではなく太平洋航路なので、ちゃんとキラキラ袋も準備されていました。3階からデッキに出てみることにしました。ちょうどいいタイミングにジャンボフェリー葵さんが入港してきました。これは嬉しいサプライズ。薄い雲が多く、霞んだ夕日ですが、見ることができてよかったです。ファンネルに金色のトビが描かれていました。この金色のトビは、神武天皇が戦で苦戦していた際、弓の上端に飛来して止まり、金色のまばゆい光を発して、敵兵の目をくらまし、戦意を削いで勝利をもたらしたと伝えられます。天が味方をしているというめでたいお話です。さて、今日お世話になるお部屋に行ってみたいと思います。相方との旅なので、プレミアムバリアフリーを選びました。どんな感じのお部屋なのかな？うわぁ、広いお部屋。かわいい椅子も置かれているし、テレビの上の時計もなんかいい。枕はふわふわな感じ。マットレスは程よい硬さ。掛け布団は羽毛ではないので重たいです。スリッパは宮崎カーフェリーの刺繍入りで立派なものでした。アメニティは売店で700円もするものがついていました。お持ち帰りタオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、ボディータオルが入っていました。このポーチをお土産として持ち帰ろうと思います。ポーチに何を入れようかと考えるのがまた楽しい。部屋の隅にはソファーが置かれていました。ベッドにもなるタイプです。先ほど、ビューラウンジで見た可愛い椅子がお部屋にもあって嬉しい。アイスペールとお茶のティーパック、そしてケトルが置かれていました。他のフェリーのいいお部屋に比べると少し物足りないと感じました。
木箱の中にはティーカップと翡翠のような色をしたグラスが入っていました。冷蔵庫もありますが、このお部屋のグレードならばお茶やミネラルウォーターはつけて欲しかったです。持参したミネラルウォーターを入れています。大きなクローゼットがあって、これは使いやすくてよかったです。クローゼットの一つに小さなフックがあり、荷物がかけられ便利です。トイレ、バス、洗面所を見てみましょう。さすがバリアフリーのお部屋、とても広いです。トイレもウォシュレットで快適、とても清潔に保たれています。もうすぐ出港だよ。早く行かないと間に合わない。急げ。もうそんな時間。行きましょう。日も沈んでしまったね。葵さんから大きなトラックが勢いよくスロープを降りてる。なんかミニカーみたい。案外スムーズな降り方でびっくり。もっとガンガンと音がすると思ってた。出港したね。フェリーの汽笛が鳴ると今から船旅が始まるよって言っているみたい。なんかいいね。汽笛の音、門出を祝ったり、お別れの時に鳴っているイメージがするけどどうなの？そんな感じがするね。前にサンフラワー、コバルトの引退シーンでも鳴らしてたからね。ほら、あそこ警備員さんが手を振ってくれているよ。いた。手を振って見送ってくれるのは嬉しいよね。行ってきます。14時間の船旅楽しんできます。お見送りありがとうございました。日が長い時期は出港時に夜景は見れないのが残念。けどトワイライトの神戸港も素敵でした。素敵すぎます。フェリーから神戸港を見ることができただけで私は幸せです。フェリーは神戸港を180度回答。これだけ長いフェリーの回答は大変そう。船首を前に向けて、高千穂、宮崎に向けて発進。可愛らしいフェリーさんがいるよ。あれは何？神戸港を回る遊覧船だと思うよ。ほんと綺麗な空だね。雲がアクセントになっていい感じではないですか？ちょうど船内に戻ってきたら、今日のイベントのフラダンスが始まっていました。
夕食をいただく前に手を洗ってきれい。高千穂はバイキング形式なんですね。1800円分も食べれるかな。バイキングの印象ですが、メニューが少ないかな。よく乗船するサンフラワー別府航路のバイキングが良すぎて、余計にそう思ってしまいます。乗船している人が多いのに、レストランを使わない人が多かったです。安くないからお弁当を持ち込んでいる方もいるんでしょうね。そうそう、プリンが美味しすぎて6個も食べてしまいました。これはやばい。船内を回って運動しないと。レストラン内はこんな感じの雰囲気です。なんか人が少ないと思いませんか？いただきます。サーモンのカルパッチョが美味しかったですよ。ごちそうさまでした。この量では元すら取れてないような気がします。インフォメーションの近くに営業時間、船内図、ルートマップのボードが張り出されていました。営業時間のボードをスマホで撮影しておくと便利です。23時頃、船内を少し撮影してきました。あんなに騒がしかったエントランスも人っ子一人いないこの静けさ、寂しいような気もするけど、この雰囲気が好きです。ほっと一息カフェタイムです。静かなエントランスはいいね。今から船内を少し探索しましょう。さっきも言ったけど、この12階のイベントステージは上からも左右からも見れるし、いい感じです。3階にも自動販売機、冷水機、電子レンジとかも置いてあるけど、4階と比べるとかなり小さい感じです。結局売店では何も買わなかったけど、ヨーグルッペは飲んでおきたかったな。ビューラウンジも静まり返っていました。この椅子なんか気になるような可愛さなんだけど。明日は昼にごちそうが待っているので、レストランでの朝食は抜きにして、パンを少しだけ食べることにいたします。よし決めたと言っても2種類しかパンがないです。コンビニで買っておくべきでした。けどフェリー内でこういう自動販売機で買うのも楽しい。購入してみましょう。クレーンゲームのようで、見ているだけで楽しいのは私だけかもと思いながらクリームパンを購入しました。共有トイレも誰も使っていないかのように綺麗でした。この横には、キラキラ専用があるではないですか？さすが太平洋航路。パウダールームもあって、ここでゆっくりとメイクができるのも嬉しい。
トン、綿棒、ヘアゴムも自由に使えるのも嬉しいサービス。さっき部屋についていたアメニティセット、700円もするんだ。日の出を見るために寝ることといたします。皆さん、おやすみなさい。おはようございます。現在朝の4時半です。うっすらと明るくなってきています。さて、4階のデッキに向かいたいと思います。私はフェリーに乗船するときは、必ず日の出を見に行くことにしていますが、皆さんはどうでしょうか？誰もいない船内は静かでとてもよく、私一人がこの大きなフェリーを独り占めしているような気になります。この時間は誰もいないので思う存分撮影ができます。ゲームコーナーも今のうちに撮影しておかないとね。エントランス好きな私、どのフェリーもついつい撮影してしまいます。そろそろ日の出の時間なので、デッキに行きましょう。うわぁ、綺麗な空、日の出が期待できそう。日の出前の空をこうやってフェリーから見れるのは最高ですね。ほんと曇りや雨だとテンション爆下がりだもんね。現在の位置は四国の最南端である足摺岬近くの沖ノ島です。こんないい天気の日に日の出を見に来ているのが私を含めて4人なんてもったいないなぁと思ってしまうのは船子だけなのかも。水平線の上にぽつりと太陽が顔を出しました。天気の良い日に乗船でき、本当嬉しいです。皆さんも一度機会があれば、フェリーに乗船して日の出を見てみてくださいね。
日がフェリーのファンネルに反射し、とても綺麗です。初めての航路で晴れるなんて運が良かったね。これで私も雨女から晴れ女でいいよね。そういうことにしてあげる。あとまだ行っていない場所があるので行ってみない？そんな場所あったかな。あるんですよ。行ってみましょう。4階の船首に展望サロンがあります。とても小さな空間ですが、眺めるには十分だと思います。左右に展望サロンがあって、さっきのところは左側です。右側は人がいたので、設営しませんでした。3階にも展望サロンがあるので、後で見に行ってみようね。うん、後で行ってみましょう。3階の乗船口付近に自転車を入れておけるロッカーがあったりします。あと乗船した時に話していたサーフボードのロッカーもあるんです。もうすぐ宮崎なので、3階の左側の展望サロンに向かいましょう。3階の展望サロンには椅子がないのですね。あれ、よく見ると船子がいるではないですか。残念ですが、こちらの展望サロンからはフェリーの突起物しか見えないのでおすすめしません。3階の右側の展望サロンに向かいましょう。右側の方は左側の方よりまだ海が見えるだけいいかもしれません。こちらにも椅子はありません。再度、4階の展望サロンに向かうこととしました。空いていたらいいんだけど。空いててよかったです。やっぱり4階の展望サロンの景色がいいよね。4つ行ったけど、4階右側がおすすめです。記念スタンプ忘れていました。押していかないとね。3種のスタンプがあるフェリーは初めてかも。私もすっかり忘れていました。
到着前に4階のデッキへやってきました。それにしても暑いという言葉しか出てこないぐらい暑かったです。暑いけど大海原は気持ちよかったな。宮崎港に入ってきました。右奥にはシェラトングランデオーシャンリゾートがとても目立つ存在で、宮崎に来たと実感します。助っ人のタグボートが近づいてきましたよ。小さいけど力持ちで頼りになる存在。なんかアヒルみたいに見えて可愛いんです。全力で押しているタグボートさんかわいいね。確かにアヒルさんみたい。宮崎カウフェリーのファンネルの金色のトビさんがかっこいいね。宮崎港に間もなく着岸するよ。着岸シーン見に行かなくちゃね。高い建物がないからフェリーから宮崎の街が一望できるね。この青空最高に気持ちいい。下船いたします。14時間と長いような短いような非日常的なフェリーの旅。ほんと楽しかったな。初航路、そして太平洋を航行し、酔わないか心配だったけど、なんとか無事、宮崎に到着してよかった。揺れはそれなりにあって、私はなかなか寝つけなかったけど、酔うこともなく無事に船旅を終えてよかったです。これも宮崎カウフェリー高千穂が安全航海をしていただいたおかげ。乗組員の方、それに携わる方、ありがとうございました。宮崎市観光イメージキャラクターのミッシーちゃんのお出迎えです。最後に宮崎カーフェリー高千穂ありがとうございました。また乗船しに来るからね。お元気で。
ーミナル近くに可愛いポストを発見。高千穂と共に撮影してみました。宮崎港フェリーターミナル一瞬通り抜けると、そこには宮崎カーフェリーのラッピングバスが止まっており、そのバスで宮崎駅の次のバス停山形山へまで乗車いたします。なぜ山形山へバス停に行くのかというと、昼ご飯にチキン南蛮小倉本店に行く際の最寄りのバス停なのです。小倉本店に行くからフェリーでの朝食は抜きました。食べるときっと食べれないと思ったからです。宮崎港フェリーターミナル周辺にはヤシの木がいっぱいあり、南国感満載です。宮崎カーフェリーというと南国というイメージが今回の乗船で植え付けられたような気持ちがします。それだけ船内が南国風だったのです。きっと乗船するとそういう気持ちになると思います。ぜひ皆さんも乗船してみてくださいね。宮崎港フェリーターミナルから15分ほどで山形山へバス停に到着です。ここから徒歩3分ほどの位置に今回の目的地である小倉本店があります。11時からオープンだったよね。まだ1時間半ぐらいあるけど、とりあえずお店に行ってみましょう。ここが小倉本店。なんか昭和の雰囲気がする洋食屋さんという感じがするね。お店の前に名前を書く用紙があったので書いてきました。1番でした。10分前に来てくださいということなので、山形屋さん前にあったベンチへ移動です。待つこと1時間半、お店に向かうことに、お店の前には数人の方が待ってました。1番だったのですんなりお店の中に通されました。メニューを見ると他のものもあったけど、迷わずチキン南蛮を選びました。店の感じは昭和の洋食屋さんとしか言葉に浮かばないお店でした。店の方はとても愛想が良く、人気店にありがちな不愛想なこともなくとても良いお店でした。結構なボリュームがありますね。フェリーの朝食を外して正解でした。朝食を食べていたらチキン南蛮を美味しくいただけないところだったよね。さて、お味はどうかな？美味しい。さすが有名店だけあります。私の感想は少し辛口だけど、弥生県のチキン南蛮で十分かとも思っちゃいました。決して小倉本店が美味しくないわけではありませんからね。今回の旅はこれで終わりです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。